皆さん、こんにちは。やぶデッサン講座の藪下です。初級編第16回目の課題は木綿の布です。今回は少し書き方を変えて書いてみます。いつもは形に沿った線を使っていますが、今回は書き出しから 3B の鉛筆を使ってティッシュでこする技法も併用して書いてみようと思います。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。布は広げれば大きな形になりますし、折りたためば小さくなります。また中に空間を内包すれば大きな膨らみを作ることもできます。自由に形を設定することができますから、魅力のある描きやすい形を工夫してデッサンしてください。今回は大きく広がる平面的な部分と空間を内包した膨らみの部分を作りました。布の明暗は横倒しになった円柱形の応用と考えて、光が当たった円柱形の明暗のでき方を適用していきます。また形の取り方は形の書き方1番外編でも説明していますから、そちらもぜひ参照してください。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を表現することで材質感やそれらしさを表現します。木綿の布はこれですが、書き出す前に布の形をしっかり観察しておきます。特に布の四隅の形やよく曲がっている部分を手がかりにデッサンをしますから、その位置を確認しておきます。また布を上から見ることで各部分の前後の位置関係がはっきり見えますから、上からの観察も欠かせません。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は矢継ぎの大きさ 38cm×27cm と、鉛筆は三菱ユニの 2H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。動画の再生速度は前半は2倍速で、明暗表現の途中から4倍速、6倍速にしました。必要に応じて再生速度を調節してください。また制作時間は3時間でした。この動画を最後まで見れば、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それでは木綿の布のデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。鉛筆は 3B を使って寝かせ気味にして鉛筆の腹の部分で書いています。布の上下左右の位置の当たりを取り、最初にお話しした布の四隅やよく曲がっている部分の位置を探りながら書いています。よく曲がっている場所を手がかりに直線を使って大まかな当たりを取ります。測ったりせずに自分の感覚で書いています。どの部分を書いている時も布の四隅や目立つ曲がり角との位置関係を頭の中で常に検討しながら書いています。間違った線も消さずに上からどんどん書いていきます。小さな曲がりは無視してできるだけ大まかな形を直線で書いています。それでは形を書いていきましょう。最初にモチーフの左右の端を決めます。ここからここまでにデッサンをしましょうという長さです。次にこの長さに対する高さを決めます。測り棒を使って A、B の割合を確認しておきます。他にもこの図のようによく曲がっている部分が横幅の長さ A、B の間のどこにあるのか、また高さ C、D の間のどこにあるのかを水平線、垂直線を測り棒で想定して検討しておくといいと思います。ただし、あまり細かいところまで測りすぎると辻褄が合わなくなってきますから、よく目立つ大きな部分の比率だけで構いません。
測り棒の使い方は準備編後の測り棒の使い方を参照してください。当たりの線よりももう少し小さな曲がり角に着目しながら直線を使って形を描いていきます。この時も全体の形の位置関係におかしなところがないか、他の部分にも目を走らせて形の位置の検討も同時に行います。鉛筆を使って形の傾斜を確認しています。今回はこのぐらいで形を完成にして中の明暗を描いていきます。輪郭線や細かな中の形はデッサンを進めながら描き起こしていきます。明暗を描いていきます。鉛筆は 2H から 4B までの濃さを使いました。書き出しは 3B の鉛筆を使っています。どこから光が来ているのか、光源の位置やモチーフのどこが一番暗くてどこが一番明るいかを確認します。3B の鉛筆を寝かせて腹の部分を使い、大まかに暗い部分から描いています。布の膨らみによる明暗は横倒しの円柱形と考え、暗い帯を意識して描いています。またよく曲がっている部分や特に暗くなっている部分を強調的に描いていきます。形も明暗も大まかな感じで構いません。この部分は少し傾斜が間違っていたので修正しながら描いています。
大まかに描いていますが、面の向きを意識して形に沿う方向の線を使うように心がけます。この部分が一番前にありますから、この段階でも接地面の影を強く描くことで前に引っ張り出します。布の膨らみは横倒しの円柱形と考えて、接地面の影、反射光、暗い帯、明るい部分を一体として考えます。この膨らみも円柱形と考えて、反射光、暗い帯、明るい部分を一体と考え、暗い帯を中心に描いていきます。面の変わり目の暗い部分を少し強めに描きながら、空洞部分の影の暗さも大まかに描いています。このように大まかな明暗は目を細めてみるとよく見えますから、これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めて明暗の検討をします。また2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、ゆっくりとモチーフとデッサンを見比べることも有効です。
布の上を向いている大きな明るい面も遅れないように描いています。大きな布の起伏がないので微妙な明暗しかありませんが、光の方向と面の向きを考えて形に沿うタッチを入れておきます。3B の鉛筆を使っていますから、濃くなりすぎないように筆圧を抑えて柔らかく描いています。この部分もまた接地面の影、反射光、暗い帯、明るい部分を一体で考えます。いつも全体を見て弱くなってきた部分を強めていきます。大まかな明暗を描いていますが、接地面の影や面の曲がり角の濃い色味の目立つものは意識的に強めて描いています。そうすることでデッサンにメリハリがつき、前後の空間も表現され、デッサンがしやすくなります。ここでティッシュを使って鉛筆の粉を画用紙になじませます。陰影の部分はティッシュでこすることで鉛筆の粉が画用紙の目の中にすり込まれ、鈍い発色になって弱くなります。手前にある形の明るい部分は軽くこするようにし、平面的に広がっている明るい部分は 3B の線が薄くなる程度にこすっておきます。書き込む前の下地作りみたいなものです。鈍い明るさになった部分を練りゴムを使って白く抜いています。練りゴムを尖らせたり、指でつまんで薄くしたり、ヘラ状の形にしてさするように使ったり、明るくする場所に応じて工夫して使います。ここからは鉛筆を立てて形に沿う線を使って描いていきます。手前と奥の空間を意識して円柱形の明暗の出来方を念頭に置きながら、手前の暗い部分から描いていきます。特に暗い帯の面の変化による明暗差をしっかり描いていきます。また大まかに描いた輪郭線の中の形も調子をつけながら整えていきます。ここで調子という言葉を使いましたが、布にできる陰影や固有色、材質感や空間を表現するための濃淡、強弱、明暗を総じて調子という言葉を使っています。
この部分は比較的明るい部分ですが、一番手前にありますから小さな形も極力丁寧に描いていきます。接地面の影は一本上司にならないように強弱をつけて強めに描いています。この部分の大きな陰影は色味の濃い部分も奥まった形ですから鈍い発色になります。この部分がこのデッサンの見せ場になりますから小さな形の変化による明暗の強いコントラストや奥まっている空間の鈍い暗さ、膨らんだ布の円柱形の暗い帯や反射光をしっかり見定めながらデッサンを進めます。また布の形の折れ曲がり方にその布特有の材質感が出ますからよく注意を払って折れ曲がり方を観察します。手前の陰影の濃さと比較しながらこの部分の色味も決めていきます。ティッシュでさすったままになっていましたから練りゴムを使って明るい部分を白く抜いています。今回は練りゴムを使う頻度が高いので消すというよりも練りゴムでデッサンをするという感覚で練りゴムを使います。また手前の部分に戻ってきて接地面の影や暗い帯の書き込みを進めます。奥まった部分の陰影は B の鉛筆を使って画用紙の目を潰すように描いたりティッシュでこすって発色を抑えます。形の陰影や台紙状の影は画面の手前と奥で色の濃淡に差をつけます。手前は強く濃くはっきりと描き、奥に行くほど弱く薄くぼんやりと描くことで奥行きの空間を表現します。手前の形の小さな明暗の変化も描いたり消したりしながら拾っていきます。
この部分の大きな陰影は暗い帯以外はとても鈍いですから、ティッシュでこすって発色をより鈍くしてから書き込みをしています。大きな暗い部分ですが、単に明暗を追うのではなく、その原因としての形の変化を頭に入れながら明暗を書き分けていきます。小さな形の連続ですが、とても重要な部分ですから、書いたり消したりしながら書き込んでいきます。この大きな空洞部分は濃くなりすぎないように B の鉛筆を使って発色を抑えつつ、見えている形は線を使って面の方向を表現します。上を向いている明るい部分を描いていますが、H と HB の鉛筆を使って濃くなりすぎないように、布の縁取りの段差や小さなシワや大きな陰影を柔らかな感じの明暗で表現します。ここでは鉛筆を寝かせて腹の部分を使っています。接地面の影の強弱を表現することで、布の小さな波打ちの形も表現します。この布の輪郭線も一本上紙にならないように強弱の濃淡をつけて、内側の形と関係づけて輪郭線を表現します。ノック式の消しゴムを使って明るい部分を明るくしています。とても細かくて練りゴムでは明るくしきれない部分も、この消しゴムをシャープな形にしてその角を使えばしっかり消すことができます。ノック式の消しゴムもこするように使って薄く消すこともできます。この時も感覚としては消しゴムで書くという感覚です。また手前の部分に戻ってきて全体を見ながら書き込みを強めていきます。より小さな形の起伏を追いかけます。練りゴムで弱めたり B や HB の鉛筆で発色を抑えながら大きな陰影を書き込んでいます。全体を意識しながら手前と奥の強弱に注意します。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いてモチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いてみることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。
そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。明るい部分の書き込みは手薄になりがちですが、H 系の鉛筆を使って柔らかい線で書き進めます。明暗の変化が少なく書きづらいですが、暗い部分と同様に形は確実に存在しますから、しっかり面の向きを観察します。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンは進みます。全体を意識して空間や明暗の表現に破綻がないか、弱い部分はないかなどに注意しながら、さらに書き込みを続けて完成に向かいます。
そろそろこの辺で完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回はティッシュを使ってこするという技法を併用してみました。いつもは形に沿った線を多用したデッサンをしていますが、このような描き方もあります。描き方が変われば、モチーフに対する見方も多少変わってくるような気がします。ただし、初心者の間はあまりこする技法はおすすめできないと藪下は考えています。おすすめできない理由は次の2点です。1、こすることで彩度を落としたり、明度を滑らかにすることができますが、それらは鉛筆の操作でした方が鉛筆の扱い方になれると思います。一度こすってうまくいくと、どこもかしこもこすりたいという誘惑に駆られます。その結果、見届けようとする意志が弱まり、デッサン全体がぼやけたようなものになってしまいます。2、デッサンでは形の描写が重要項目の一つです。形は光とそれが当たる面の向きによる明暗の違いで描写しますが、それらを一つ一つ確認しながら鉛筆で描いていく方が形に対する認識力は向上すると思います。このような理由から藪デッサン講座初級編では線で描くことをお勧めしてきました。中級編以降はこする技法を解禁してティッシュや擦筆なども使っていくようにしたいと思います。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は多少の理屈を理解して目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんが木綿の布のデッサンをぜひしてください。それでは今回の要点をまとめます。1、布の形はよく曲がっている部分に着目して大まかな直線で描く。2、布の形の膨らみは変形した円柱形と考えて、接地面の影、反射光、暗い帯、明るい部分を一体で考える。3、布の特徴的な折れ曲がり方やシワを表現することで、材質感やそれらしさを表現する。4、布を上から見た時の各部分の位置関係を常に意識し、手前と奥の距離を考えて、手前は強く濃くはっきりと描き、奥に行くほど弱く薄くぼんやりと描くことで空間を表現する。はい、皆さんお疲れ様でした。木綿の布のデッサンの説明は以上です。次回の初級編第17回は電球のデッサンをします。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。